今週の出雲ラボは終わってしまった LINE ノーティファイの代わりに鍵が開いたらメールを飛ばすシステムの完成編。電池を長持ちさせるためメール自体は電源につないだベースステーションの ESP32 に送信させる仕組みになっています。センサー側とベースステーション側は ESP Now で通信時間を短くして長寿命化を狙います。サービス終了直前ほぼ1月にわたってドタバタと準備してきたシステム改修。さてどうなったでしょうか。今週もよかったら最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。風邪ひいて1週間寝込んでました。まだ喉ガビガビです。咳が止まりません。それは置いといて問題ですけど、ダイジェストでも説明ありましたように、すごく便利だった LINE ノーティファイが終わってしまったので、鍵の改変に従って今度はメールを飛ばすことにしました。これ実は以前にもやってたんですけど、前のままじゃ芸がない。そんで今回は大幅にシステムを刷新。通信電力が少なくて済む ESP Now という方式で、ベースステーションになるもう一台の ESP32 に通知。そっちからメールを送信することに。ベースステーション側は電源につながっていて、センサー側の ESP32 だけが電池駆動。これで1回の充電で半年以上はいけるんじゃないとか考えています。今週はまず出来上がったシステムの様子から見ていただきましょう。鍵を開けました。こっちがベースステーションです。鍵を閉めたらメールが送信されます。送信にはちょっと時間がかかるんですよ。以前はこれが電池の電力を食ってました。今回は USB 電源をもらっているので気にしなくても大丈夫です。赤ランプでメール送信終了。こっちは Gmail の受信画面。受信が表示されるまで結構待たされますが、来ました。このメッセージは鍵が開いて閉じたことを表しています。すでに2週間ほど運用中ですが、今のところメッセージの抜けとかはなさそう。使えるレベルにはなっているみたいです。というわけで、ちょっと資料で解説。システムの概要はこんな感じ。ESP32 は2台ありまして、センサー担当とベースステーションに分かれています。センサー側は電池駆動。ベースステーションは USB 給電。センサー側 ESP32 は普段スリープなのですが、鍵の動きで目を覚まして ESP Now で情報を通知します。ベースステーションは常に起きていて、センサー側からの通知を受け取るとメールを送信します。ポイントはこの ESP Now は結構通信時間が短くて済むという点。センサー担当の消費電力の削減が狙えるはず。センサー側の回路はこんな感じ。超絶シンプルです。外についているのは電源の LDO とホール IC、LED だけですね。電源の LDO はもともとついていたのを取り外して低消費電力のものに置き換えています。では各部品についてちょっと解説しておきましょう。センサー側の ESP32。秋月の製品で USB インターフェースがついてない分低消費電力。ただ、この LDO が結構電力食うので取っちゃってます。取った後の写真がこんな感じ。付け替えた LDO がこれ。消費電流が200マイクロアンペアと前の LDO に比べると20分の1。残念ながら元の LDO とピンハイ合ってないので変換基板に乗せて外付けしています。使っているホール IC がこちら。ホール IC というのは磁石を近づけるとハイとかローとかを出力するセンサー。これも変換基板に乗せて特に理由なくレジンに封じ込めています。実際の組み上がりはこんな感じ。単3電池4本で駆動します。さっきの部品の配置がこう。マイコンがこれ。LDO がこれ。ホール IC がこれです。
ドアノブには磁石が取り付けてあって、磁石の向きが変わることでボール IC の出力が反転します。磁石もこの板もこの棒も全部ダイソーで買ってきました。ベースステーション側は5番ピンと19番ピンに赤と緑の LED をつけただけ。シンプルですが、これの工作過程を後で紹介します。センサー担当 ESP32 の動きをちょっと解説しておきましょう。まずはここです。ディープスリープで信号を待ってます。鍵の開閉を検知すると、開いたのか閉じたのかチェックして、閉じたんだったらクローズメッセージを送ってディープスリープに戻ります。開いたんだったらすぐにはオープンメッセージを送らずにライトスリープで待機。ここで60秒以内に扉が閉じたらオープン&クローズのメッセージを送信。もしも60秒待っても閉じなかったらここでやっとオープンメッセージを送信します。ほとんどの場合60秒以内に鍵は閉まるんですよ。なるべく送信回数は減らした方がお得かなと思ってこういう仕様にしています。後で実際の動きをちょっと見ていただきます。資料は最後。いろいろ事故が多いのでカバーをつけました。買い物袋とかカバンとかがぶつかったりね、いろいろあったのでこうしてます。意外とね、LED の光はつけてみます。ベースステーションの組み立ての様子を早回ししながら見ていただきましょう。基板とかまぼこ板を用意しまして、ピンソケットに ESP32 を挿します。四隅のピンを順番に留めまして、残りのピンをハンダ付けしていきます。赤の LED を基板の穴に挿しまして、足を曲げてハンダ付けしていきます。続いて緑の LED も同様に取り付けます。余ったピンを切りつつ隣のグラウンドにつなぎました。ハンダ作業はこれで終わり。最後にかまぼこ板にのし止めします。ちなみにこのかまぼこ板、お正月のおせちに使われていた本物のかまぼこ板です。何でも取っておけば使い道があるものですね。めっちゃ簡単ですが、これでおしまい。ここで動作確認してみます。ベースステーションには USB 電源を挿しまして、センサー側には単3電池を4本入れます。ペットボトルキャップに磁石を仕込んだ小道具が登場。これをセンサーの下に入れると、鍵が閉じている状態を検出。クローズメールを飛ばしに行きました。アクセスポイントに接続して、メールサーバーにログインして、送信終わるまで14、15秒かかります。赤ランプで送信終わりました。ブラウザでメールが表示されるまでは結構時間がばらつきます。お、来ました。この状態から鍵を開けます。鍵が開いたことを検知しますが、メールは飛ばさず待機。待ってる間に鍵が閉まると、オープン&クローズメールを送信。大体はね、このケースなんですよ。で、ブラウザでしばらく待つと、オープン&クローズのメールが来ました。鍵が開いたまま1分過ぎると、オープンメールが飛ぶのですが、今回は省略です。はい。というわけで、LINE ドティファイに代わってメールを送信する仕掛けができました。もう2週間動かしてますが、おおよそ問題なく動いていそうです。結構ギリギリのタイミングで回収を始めたので、間に合うか心配でしたが、なんとか間に合いました。
鍵の開閉で通知が来るのはとても便利なので、興味が出た方はぜひチャレンジしてみてください。今回の資料とプログラムはブログの方に上げておきますので、よかったら参考にしてくださいね。さて、次週は何をしましょうか。多分次は工作かもしれません。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。